木の葉のような青い顔をしたあの女の一体どこが良いのです。本当になよなよと虫の殺さぬお顔を遊ばして帝のお心をすっかり掴んでおしまいになりました。帝も帝でいらっしゃる。あまたの女房行為の中からよりによってあんな女をお相手に遊ばすなんてお物好きにも程がございます。女房様、桐壺の皇位様がまた帝に召されましてただいま。またお待ちなさい。どこへ行きなさる？毎日毎夜平気な顔をして私の前をよくも通って行けますね。そんな塩らしい顔をして帝にどんな陰口をしてらっしゃるの？私はただ召されるままに身分の癒しいあなたなどには女の礼儀ということはわからないのですよ。少しは遠慮なさい。帝がお召しになくてもあなたがご遠慮申し上げていればそれでよいではありませんか。あなたなんかは帝のお声がなければこんなところを歩ける身分ではありませんよ。お戻りなさい。神にお願いがございます。ご貴殿か。何の用事か。桐壺の行為をたとえお返しくださいませ。私にはもう我慢がなりません。そんなことを言っても困る。あれは今身重の体でもあるし。私は固い決心をいたしております。桐壺の行為がたとえ下がるか私が帰らせていただくか、今日はどちらかを選んでいただきとうございます。そんな無法なことを言っても。いいえ、無法ではございません。はっきりお決めいただきます。もう泣くのはおよしなさい。体に触るといけませんから。お母様、里に帰りましょう。私にはもうとてもこんな恐ろしいところに。でもね、そんなことをなさっては帝の御心に背くことになりますよ。いいえ、私がここにおりますこともかえってご迷惑をおかけするのです。帝はどなたにも増してこんな私を愛してくださったのですか。深い御心に報いるためにここを去らねばなりません。ねえ、お母様、帰
帰りましょう。家へ帰って巫女を見ます。こんな気持ちで毎日でも無事に巫女をお見する自信がございます。いらっしゃい。おお、よく遊んでいますね。おお、お母様のご病気はどうですか？お母様は私の顔を見ては泣いてばかりいらっしゃるの。どうなさったのかしら。そうですか。泣いてばかりね。大方、光る君が可愛くて仕方がないからでしょう。ちょうど良いところへいらしてくださいました。今使いのものを出そうかと思ってたところでございます。桐壺はやはりいけないのか？生きてるうちに会ってやっていただきたいと思いまして。かわいそうな人だ。ご貴殿の怒りに触れたばかりに、実は私も昨日お役所に呼び出されて、この永中将の職を解かれてしまった。まあ、ひどいことを。いや、何もかもご貴殿の女房の手細工なのだ。私は播磨へ帰って気ままに暮らしたいと思っている。桐壺様。よろしゅうございます。しっかりなさい。ついさっきまで光の君が元服なさるまでは生きていると言われたではありませんか。桐壺、元気を出すのだ。死んではいけないよ。私はもうダメです。帝から身に余るほどの愛をいただいたのですから、もういつ死んでも思い残すことはないのですけれど。ただ巫女が光の君のことが。光の君のことは安心するがよい。帝はお前のことや巫女の将来のことを思われて臣下に下げて源氏の姓を賜ったのだから、今後も十分面倒は見てくださるだろう。そうですとも、光の君のことは心配ありませんよ。あの巫女、どんなお人になるのでしょう。どんな運命を背負って生きるのでしょう。私のような儚い女から生まれたのです。暗い悲しい運命ではないでしょう。明るい光明の道であればよろしいけれど。まあ、きれいな夕焼け。
殿様お立ち。牛わらべよーい。ちょっと光の君の行列だよ。今度は中将になられたそうな。特別の方だから出世も早い。今日こそはお顔一目。お水の間からお袖が見えてる。もうすぐそこへ。まあ、どうしましょう。見たいわ。いけません。何をおっしゃってらっしゃるんです。いらっしゃい。これ。何事です。いけません。今お手習い中ですよ。まあ、性のない人たちね。何を騒いでいるの？大方、光の君様が神田遊ばすので、それで騒いでいるのでございましょう。まあ、光の君が。はしたない。およし。きびつぼのようないやしい人から生まれたのに、何が光の君です。でもおば様、光の君は帝のご寵愛を一心で受けてらっしゃるのよ。いずれはお殿になるお方よ。私の生きているうちはそんなことはさせはしないよ。おば様はどうしてそんなに憎んでらっしゃるの？お歌もお上手だし、舞はお見事だし、それにお姿は柳の枝に桜を咲かせたような。およし。さあ、参りましょう。これ。もう。
今日は母の命日なのでお墓へもう出てまいりました。それは良いことをした。私も行きたいと思っていたのだが、体が悪くてね。大変お悪くっていらっしゃるのでしょうか？いや、大したことはないのだが、もう年のせいだろう。今年は特に冷え込むようでございますから、お気をつけあすばしませぬと。ありがとう。そなたは大きくなればなるほど亡き桐壺によく似てくる。藤壺。はい。源氏にその方をやってくれ。はい。藤壺様、どうして会ってくださらないのですか？今夜お尋ねしてもよろしいですか？女というものはなんだね、全く不思議だよ。捕まえどころないような不可解なもんです。そうかな。私は女というものはひどく単純なもんだと思うね。あんたは女を神秘的に考えすぎるんだよ。どう思われます？さあ、どうかね。私には不可解か単純か、それはよくわからないんだが、良い女というものはめったにいないことは確かです。うん。何の打ちどころもない、これはと思われるような女はめったにいるものでないということは、私もこの頃ようよう飲み込めてきたね。死に様に育ったお嬢さんなどはちょっと目にはいいように見えるが、ほんの一面の事実だけしか男たちは知らないから、実際以上に買いかぶって恋などをし、後でがっかりするのが多いんだ。娘時代の所在なさのために琴だとか和歌だとかいろいろ習って一芸に通じたかのように鼻にかけてる者などもいますが、ほんの生っかじり程度のものがほとんどですよ。大体女でも男でも生っかじりの者ほどわずかな知識を振り回すものですよ。風流ぶった女などは全くやりきれない。そうすると取り柄のある女はいないということですか？いや、私はね、良い女というものは結局平凡な女だと思いますね。そうだね。狭いうちの中の主婦となるべき人は平凡なのが最も良いと思うね。妻にとって何より大切なことは夫の世話をするってことだからね。物のあれなど知りすぎていて、何かの俺に下手な歌など読まれてはかなわない。しかし実直一方で、遅れ毛などを耳に挟んでばかりいて、身の振りも構わずにいるのもどうかとも。打ち解けて悩みや喜びを交わし合うこともできなくて仕方がないから、自分一人で一人笑いなどしていると、なんでございます
なると間の抜けた声を出されたりするのも情けないことだよ。理想の女なんていうものはこの世におるものでありません。必勝天女を恋人にしようと思うとこれはまた真っ向臭くて困るしね。まったくだ。いや、女は要望などはどうでもいいのです。偏った性質でなければ真面目で素直な人を妻にすべきだと思いますね。べきを育てるようにそれを理想にうまく育てていくのもいいことだと思います。平凡だというのは実は本当に美しいんだよ。江戸頃の絵を見てもわかる。荒海に行かれる魚だとか唐国に住むすごい獣だとかは思い切って人目を驚かすけれども、世の常の山の佇まいなどを描いたものは本当に親しめるからね。しかし女はできるだけ美人がいいよ。美人の子供を持てば第一我が子を宮遣いさせて親が出世できる世の中だ。いや、欲の方から色のことを言っては興ざめですね。平凡な美しさと言われるが、そうすると藤壺様なんかどうなんです？平凡なんですかね？いや、あの人だけは違うよ。世の中に例外ということはあんな人の美しさをどう例えていいかわからない。空の美しさのようなもんだ。ね、そうでしょ？さあ、どう言ったらいいかね。あなたの亡くなられたお母様にとてもよく似てらっしゃるそうですね。ああ、人はそう言ってるけれどね。9つと11、12、これで26目。私の負けね。そこへ置いて遊ばしたのがおよろしくなかったんでございましょう。そうね。遅いからもうこれでよしましょう。はよく降るのね。はあ。何のご用でこんなところへ。ごきげんよう。ごきげんよう。いけません、こんなとこいらして。藤壺様。藤壺様。母の代わりにあなた様がここへいらして以来、私はずっとお慕い申しておりました。そんな恐ろしいことをおっしゃってはいけません。あなたのお姿に母の面影を探るうち、忘れられない人になってしまわれた。お帰りになっていけません。藤壺様。
あなたという人は情の怖い人ですね。許して後できっと後悔なさい。しない、後悔もしない。藤壺様、誰かお呼びでございますか？お呼びでございましたでしょうか？あなたは私のものだ。いものだ。お前の元は平安京随一の舞手だね。ええ、舞もお上手だし歌もお上手だし、どなたよりも人に優れて稀な方でございます。でも私よりも他に好きな方がたくさんいらっしゃるんですから。お前の上様思い出遊ばしてるのね。春の君は元服なさったその日よりあの方とご結婚遊ばしたそうね。とても冷たいお方、それにやきもちや本当にお美しいわ。光の君とはよくも名付けたものね。およし、光の君などのことを言うのは、もうすぐあなたは東方の内侍の神になる人ですよ。でも私、一度でいいからあの方とお話がしてみたいわ。
光の君様。これお酒臭い。随分およや遊ばしてるのね。私とこうしていてご貴殿の女房に叱られるじゃないんですか。よろしいの、叱られても。近く東宮の内視の神になる方がそんなことをおっしゃっちゃいけないな。あら、なぜ？宮遣いをする女には恋が許されないんですね。どんな場合に浮いた心で恋をすることはいけないことです。浮いた心なんかじゃないの。好き。ずっと前から好きなの。私には他に好きな人があるのですよ。藤壺様。でもいいの。構わないの。どなたがお好きでも私はやはりあなた様が好きなの。ご貴殿の女房があなたとこうしているところをご覧になったらどんなお顔をなさるでしょう。いいの。そんなことどっちだって好きなの。殿様、二条の親方へお帰りになりますか。それとも葵の上様のところへいらっしゃいますか。近頃は少しも葵の上様のところへいらっしゃいませんが。葵の上を訪ねよう。はい。おい、その道を左へ曲がるのだ。葵の上様。葵の上様。光の君様がお越し遊ばしました。いつ？ただいま。そう。今時刻は？卯の刻でございます。卯の刻。お早くお支度は済ましませると。思い出したようにこんなに早く。どうせどちらかのお帰りでしょう。浮気な人。そうらしいのね。バタバタするのおよし。何？光の君が見えた。はい。ただいま
付き遊ばしました。そうか、見えたか。それは珍しいことだ。久しぶりのおいでで葵も喜んでいるだろう。支度支度。はい。あ、そうだ。長女を使う。長女。早くしなさい、早く。世間体だけのことならわざわざおいで遊ばさなくてもよろしゅうございますのよ。他にいくらでもいらっしゃるところがおありでございましょうから。私の顔さえ見ればいきなり嫌味ばかりだね。嫌味ではございませんわ。お好きなようになさればよろしいと申しているのですから喜んでいただけるはずよ。冷たい人だ、あなたは。少しも私をいたわってはくれない。夫婦というものはそんなものではないでしょ。どうせ私は形だけの妻ですから。はあ、なんという世の中でしょう。男には幾人でも妻を持つことが許されて、女は惨めに泣いて暮らすのね。いやあ、よく来てくださいました。そんなことばかり言っていては光の君は気を腐らしておしまいになるばかりだ。少しは女らしく優しくするものだよ。お父様は私よりも光の君様がお大切なのね。これ塩のないやつだ。いや、私が悪いのですよ。しばらく参りませんでしたから。いやいや、お役目も忙しいことだし、妻のうちに入り浸っているような男にろくな男はいません。いや、そんなふうにおっしゃられると赤面のほかありません。まあ、あんな娘ですが、時々は通ってきてやってください。欠点もいろいろあるでしょうが、親から見れば可愛い娘なのですよ。よう、いついらしたの？ついさっき見えた。お父さん、葵はどうしたんです？膨れつらして女房たちに当たり散らしてますよ。私が怒らしたのです。困りますね。大切な妹だから可愛がっていただかないと。はあ。お前からも葵によく言ってやってくれ。我には少しも女らしい優しいところがないぞ。生実家歌など読めるのがいけないんですよ。気ぐらいばかり高くていけない。あ、そうそう、昨日ね、藤壺様に会いましたよ。あ、そう。清涼殿の渡郎でばったり会った。初めてまともにお顔を見た。あれは一体どういう美しさなんです。昨日一日中胸が鳴って収まらなかった。これ何を言うのだ。仮にもお妃様だぞ。藤壺様、あなた様はまたこんなところに。人に見られます。人に見られてもいい。あなた様のおそばを離れていては私は苦しくてたまらない。恐ろしいこと。二度とまたあんな罪を犯しては。罪ではない。お互いが愛し合えるものなら。お帰りになって、お帰りください。藤壺様、お願いです。私を本当にお好きなら、どうぞもう私にお会いにならないで。死ぬまでもあなたにはお目にかかります。藤壺様。
何を泣いている。どうしたのだ。毎晩また族が放火したんでしょ。夜の後街中では物騒で歩けないそうね。羅生門の上には鹿針がいっぱい散らかっているそうです。また燃え上がったわ。近いわ。大変ね。恐ろしいこと。一体どうなっていくんでしょうね。お疲れになったでしょう。久しぶりで気持ちがいいよ。北山の行者が見たら驚くでしょうな。昨日まで山にこもっていたんだからね。もう笑いもすっかり治りましたね。行者の鍵が効いたのかもしれません。さあどうかな。毎日こうして野山に遊んだのがかえってよかったのだろう。なかなかの引き手だ。こんなところには珍しい。はい。あ、もし。あ？ちょっとものを尋ねるが、あのお家はどなたのお住まいなの？世を忍ぶ天君がお住まいになっておられます。それはどなた？帝の中宮になられた藤壺様のご縁者の方でござります。藤壺様の？天君と藤壺様の名簿にあたられる紫様がいらっしゃいます。いや、ありがとう。いや、なかなかお上手ですね。
ぜひあの方を私にください。理想の人に私はあの人を育てたいのです。私は世を捨てた尼ですが、これで以前は無情な夫を持ったこともございます。亡くなったあの子の母からくれぐれも末のことを頼まれましたので、無情な男に頼るよりは尼になって一生送った方が幸せだと思い、あの子のためにこんなところに引っ込んでしまったのでございます。私が無情であるかないか、今後のことをよく見ていただければわかります。あの方が藤壺様のお血のつながりと聞いて、私はもう矢も立てもたまらないのです。よろしいですね。お連れしますよ。でもそんなに気を。こういうことは思い立った時がいいのです。そんなことをしお連れしますよ。もし光の君様。これ見て。はい。馬の支度はいいか。はい。表に用意してございます。あ、そう。今夜から私の家へ行くのです。さあ、行きましょう。お、心配することはない。私を信じていらっしゃい。おばさまあなたを不幸にはしない。東の中将から聞いております。今日はその安産の祈祷をしているところですが、体を少し悪くしましてね、今寝ているのですが、まあ見舞ってやってください。体の具合が良くないそうですが、気をつけてください。二条の院へ紫とかいう方を追い遊ばしたそうですが、お楽しみなことでしょう。紫の上は養女のつもりでもらってきたのですよ。わざわざ本邸お一人になる人ですもの。いずれは政府人になさるおつもりでいらっしゃいますでしょう。あなたという人はどこまでも物事を意地悪く見るのですね。私の正しい妻はあなたという人がちゃんといるじゃありませんか。名のみの妻、愛されてはいないのですから。あなたが私を愛そうとしないのです。はあ、あなた様の巫女など産みたくもないのに。そんなことは言うものではないでしょう。生まれてくる子供がかわいそうです。藤壺様もご懐妊だと伺いました。どなた様の巫女なの？藤壺様？まさかあなた様の巫女ではございませんでしょうね。藤壺様。
光の君が起こし遊ばしましたが、お会いしないとお伝えしてください。はい。お会いしたくないとおっしゃったでございます。いや、ぜひお会いしたい。ほんの少しでいい。お尋ねしたいことがあるのです。でもそうおっしゃってらっしゃいますから。いや、私はお会いする。もし藤壺様。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 お尋ねしたいことがあるのです。知りたいことがあるのです。藤壺様。藤壺様。光の君。藤壺様に何のご用がおありでございますの？光の君といえども、ここは男の方の勝手におみ足を踏み入れられないところです。それとも藤壺様と特別のご関係でもおありなの？あなたですか。何かご用？お久しぶりね。私今夜から打ち上がりますの。ねえ、いらっしゃいませ。あ、行きますよ。しょうがないね。お前は出ておいで。いや、怖い。お父様がただいまこちらいらっしゃいますが。お父様が。何です？明かりもつけないでどこにいます？さあつけなさい。はい。
てきなさい。何してます？どう遊ばしたの？お慌てになって。何もしてはおりませんわよ。ああ、眠い。そこに誰がいるの？変なお父様。私が一人で休んでおりましたのよ。嘘を言いなさい。こんないい匂いがしているんだ。確かに誰かいたんでしょ？私の匂いよ。匂ってごらんすばせ。よしなさい。あなたの不死だらが分かってみなさい。わしの身分がどうなるか分からん。まあ、まるで私が不死だらしたみたいね。何の証拠があってそんなことをおっしゃるの？いいえ、確かにここへ光の君が見えているはずです。それでおば様はわざわざ雨の中をいらっしゃったのね。みんながあなたのことを心配してるんです。あなたの不貧困が分かったらお父様の地位はいっぺんにひっくり返りますよ。光の君が確かにここにいたんでしょ。さあ、いらっしゃらないでしょ。その不都合な男はここにいますよ。あなた様というお方はひどいことをなさいますのね。おぼろ月夜の君がどういう立場の方かご存知の上なのでしょうね。あなたのその目は私が生まれた時から必要に私につきまとって離れない。光の君様、これ3つとおっしゃる方が表へ。あ、そう、すぐ行きます。気持ちがいいでしょ。安心なすったでしょ。私の落ち度をやっと掴んで。よくお見遊ばしましたわ。あんなお弱いお体で。葵は助かってくれればいいが。光の君様、葵の上様。葵、しっかりおし。死んではいけないよ。嫌味ばかりして申し訳ございません。あなた様の愛を独り占めにしたいばっかりにあんなことばかり申し上げました。やっぱりそうだったの。私は悪い妻でございました。いや、ニコのこと
よろしくお願い申します。葵、葵。葵。病気になれば治す術は何もない。ただ死んでいくのを待つばかりだ。人なんかで人の病気が治るもんか。人の死が食い止められるもんか。遅かったか。たった今かわいそうなことをしました。間に合わなかったか。急いで帰ってきました。静かな顔をしている。こんなもので死んだ者は生き返るか。やめてくれ。不幸なことが起こり始めると何かと続いてうまくいかなくなるものです。私は今日左大臣を辞めさせられました。それはどうしてですか。古貴殿の女房の中傷だと思います。座上大臣には右大臣がなられるのです。あなたのことも何かと言いふらされております。しばらくどこかへ身を隠される方がいいでしょう。私は隠れる理由などはない。私にどんなことができるか何なりとしてみるがいいでしょう。いけません。それは向こうの思う壺にはまることです。右大臣の勢力は古貴殿の女房の後ろ盾で日の出の勢いですから、あなたが今都にいらしてはそれは危険ですよ。都をしばらく離れて時期をお待ちになった方がよろしいでしょう。一時住まいでも行かれたらどうですか。同じ姓を名乗る同族同士がまるで敵のように傷つけ合っているのですね。
なりとどこへなりと落ちるがよい。いや、再び源氏は京の町には帰っては参りますま。帰って参らぬと申しますと？実はそんなこと？いや、何？藤壺様がただいまこちらへ。光の君に何の恨みがあってあんなひどいことをなさるんです？これは意外なことをお聞きいたします。光の君に私がどんなことをしたとおっしゃりたいのでございます？光の君は今帝にお暇声においでになりました。職を引いて住まいいらっしゃるとか。それが私のせいだとでもおっしゃりたいのでございますか？分かっております。何もかも私には分かっております。ああ、藤壺様。光のことも左大臣の職を解かれたのもみんな帝のご意志なんですよ。あなたは黙っておいでなさい。そんなに光の君をかばい遊ばすのはおかしいことね。それとも何か訳でもおありなの？あなた様は黙ってそのお腹の巫女をお海遊ばせばよろしい。しばらくのお別れですね。本当に住まいっておしまいになるの？すぐ帰ってきますから待っていてくださいね。私もご一緒にお連れくださればよいのに。遊びに行くのではない。大事なあなたをどうしてあんなところへ連れて行けるでしょう。おとなしく留守居をしていてください。このお屋敷もどんなにか寂しくなりましょう。私だってあなたを残していってはどんなにか心残りなのですよ。仕方がございませんが一人でお待ちします。寂しかったら留守居に天君にでも来ていただいたらいいでしょう。いいえ、一人の方がよろしいの。あなた様のことだけを思って一人で暮らします。きっと帰ってきますからね。いけない方ね。本当にひどい方。なぜです？どうして？おぼろ月夜の君のことでこんなことにはなりにならないのでしたら、こんなにも私は悲しくないかもしれません。
あの人のことで私たちが別れてくださねばならぬかと思うと、女の身にそれが何よりつらい。許してください。みんな私が悪かったのだから。いいの、もうよろしゅうございますわ。済んでしまったことですもの。あなた様が帰ってきてくださればそれでよろしいの。どうしく次行く方のお恋しき悩ましくも帰る波かな、羨ましくも帰る波かな。殿様、ただいま播磨入道様がお見えになりました。あ、そう。良いことです。都を一時落ちてここへ世を忍ばれたのはいい結果を生むことになるでしょう。何、悪い時代はそう長く続くもんではありません。しかしいつになったら京へ帰れるか、心細くなることさえあります。長い一生には静かに暮らす、こんな時があっていいものですよ。ところでいかがでしょう。私の家へ来てくださいませんか。あなたをお迎えする支度を整えて私はやってきたのですが。いや、ありがとう。こんなところにいられては何かと不如意でしょうし、それにお身の上も案じられます。何、赤石と言ってもつい目と鼻の先。どうぞいらっしゃってください。はい。お怪我はございませんか。あちらへ逃げて。あなたを狙っているものです。大方右大臣の差し向けたものでしょう。いかがです。すぐにも私のうちへいらっしゃいませんか。は、ではご厄介になりましょう。そうですか。来てくださいますか。こっちの者も喜びます。殿様がお戻りになりました。源氏の光の君をずらそばして。あら、あそこに。
わあ、絵のようにお美しいお方。いいお屋敷ですね。播磨の守をしていました時に建てたものです。今は私も世を捨てていますが、娘が縁づくまではと思ってここに住んでいます。ああ、なかなかいい景色ですね。あれが淡島です。夜の眺めはまた格別ですよ。船も持っていますから、遊びにお誘いしましょう。はい。光の君にお連れしなさい。いや、すっかりもういい気持ちになりました。まあ、長い和田ですが、一曲お聴きくださいますか。どうぞ。見てもまたおよまれなる夢の中にやがて紛る我が身ともかな。たりに人や伝えんあぐいなく月に収めぬ夢にな
まだ起きていらっしゃるのですか？いや、あまりいい月なのでつい。今日の空を思っていらっしゃるのでしょう。思ってもどうにもならないことですよ。私が今日を去ったのは、あなたがこんなにお小さい時でしたが、月日の経つのは早いものですね。立派なあなたを見ていると、仏を捨てておそばにお仕えしたいしゃばきが出てきます。今の私には仏に仕え静かに暮らしていらっしゃるあなたの身の上が羨ましいですよ。そんな気の弱いことをおっしゃっちゃいけません。今の政治に満足している者はいないじゃありませんか。あなたこそやがては国を背負って立つ方です。いや娘です。私も坊主は坊主らしく山へなりと隠れて住めばいいのですが、娘の身の上が気にかかって何としても悟りを開いた気持ちになれません。身分のあるいいお方に縁づかしてやりたいのですが、これはお気に障ったらお許しいただきたいのですが、いかがでしょう。娘をもらってやっていただけないでしょうか。はあなたに、もらっていただければ、私も安心して念仏三昧に入ることができるのですが、いかがなものでしょうか。は淡路様、淡路様。吉成、どうしてこんなところへ？殿様はあなた様を光の君に差し上げて持っていらっしゃるんでしょう。まあ、そんなことでお父様が何とお思いになろうとも私にはあなたが。あら、まだお休みではなかったのでございますか？これ光の君様方への都からの便りでございますの。そう。逃げてください。私と一緒に逃げてください。そんなことはできないわ。逃げるなんてこと。その殿様へのお手紙にもございましょうが、藤壺様には無事男の巫女をお海へ遊ばされたとのことでございます。そしてその場で直ちに落色され尼になられたと。そうか。
藤壺様落食されて尼に。こんなに遅く何しに？眠れませんので。静かですね。誰か。誰か。
けません。帝がお隠れになり、朱雀院の東宮が見くらいに疲れたのです。そうお隠れになったか。古貴殿の女房もお後を追うように亡くなられた。それはまた重ね重ねのご不幸でしたな。帝のご遺言もあり、新しく建たれた朱雀院の帝には至急源氏を呼び戻せとおっしゃっているのです。光の君、ご運が向いてまいりましたな。すぐにも京へお帰りなさい。寂しくなったな、平安の都。明日私と一緒に京へ立ちましょう。あなたは私は幸せにできると思うから。はい。私はもうあなた様のおっしゃることなら何でもお聞きしなければなりまそんな風に言わないでください。私の心が責められてなりませんから。せん。ただ一つお願いがあるのでございますが。ああ、いいですとも。何なりとおっしゃい。私と一緒に吉成も連れて行ってくださいませ。私たちは小さい時から一緒に育ったのですから。ああ、お安いことだ。お望みなら御所へ勤めさせてあげてもいい。ありがとうございます。ああ、明日も晴れらしいですね。源氏には左大臣を、東の中将には右大臣をしてもらう。二人でうまく天下の政治を図ってくれ。帝はお隠れになるし、古貴殿の女房も亡くなられた。藤壺は落食されて世を捨てられたし、すっかり寂しくなってしまった。内侍の神。はい。藤壺の巫女を源氏に見せてあげなさい。はい。あなた様に生き写し。
誰？柔らかな手ですね。いつまでもこうしていてくださいね。まあ憎らしいお人。また他の人のことを思ってらっしゃったのでしょ。髪が少し少なくなりましたね。あなた様のお帰りを待つ寂しさでどうも年を取りましたわ。いやいや、髪が少なくなればなったで、あなたはますます美しい。まあ、お上手なことばかり。他の人にもそんなことばかりおっしゃってるのでしょ。淡路の上にも。紫、淡路は今桂のうちにいますが、このうちへ引き取ってはいけませんか？女の人のことは住んでしまった後からみんな私にご相談なのですね。叱らないでください。あなたにそんな顔をされるのが何より私には辛いことなのだから。冬が来れば桂の方は寒くて仕方がないでしょう。この家へ引き取っておあげになるとよろしいわ。よく言ってくれましたね。葵の上様のお家へもまだお帰りになってからおいでにならないのでしょ。お父様は寂しい思いをしていらっしゃるでしょうから、一度お見舞いしておあげ遊ばさないと。紫、あなたは本当にいい方だ。いつまでも私を見捨てないでくださいね。私こそいつまでもね。あなたが通ってくださった頃と同じです。それは葵の着ていたお着です。これはあなたがいつもお使いなされたすずりです。年取りますと何でもないことに涙が出るものです。あなたがこうして来てくだされば今でもそこに葵がいるような気がするのです。老少情は世の習いと分かっていても人の一生は儚いものです。君なくも塵積もりぬる常夏の梅雨打ち払い幾よいぬら幾よいぬら。あなたの子供の夕霧の君です。抱いてやってください。
目があなたとそっくりですね。証の裏にも同じような三日月が出ていることでしょうね。こんな晩は海が光って親方の庭からきれいに見えましたね。お父様はどうしていらっしゃるかしら。淡路様。殿様がただいまこちらへ。あ、そう。少しはこちらの暮らしになれましたか？はい。何か足りないものがあれば紫に行ってしてもらいなさい。何でも面倒を見てくれますから。明日から近衛笛を務めなさい。今日話を決めてきたから。いろいろとお世話いただきました。ずっと下の方の役だが真面目に努めればそのうちいいところへ進めるでしょう。恐れ入ります。赤ちゃんができたということだけれど本当？はい、そんな風でございますけど。そう。じゃあ早速淡路へ使いを出してお父様に知らせておあげなさい。お喜びになるでしょう。はい。殿様。ちょっと。何？どうした？はい、藤壺様がお悪いご様子でございます。お通ししてください。はい。水をあげて暗くてお顔が見えない。はい。藤壺様。本当にお久しぶりに。はい。お会いしとうございました。死ぬ前にもう一度。私が犯した罪は今私が死によって済むという。藤壺さん。女は悲しいもんですね。恋しい人に手を取られて死ぬこともできます。また降ってきましたね。あの時も雨でした。
っておりましたの。藤壺様。泣いておあげなさい。思う存分泣いておあげなさい。藤壺様、思いに負っておられたのが今はあの世に行かれほっとされたことでした。泣いておあげするのおやらしいわ。何を泣いている？どうしたの？何があった？何を悲しんでいるのです？今日まであなた様をおだまししておりました。ん？それはどういうこと？私のお腹の子、あなた様の御子ではないのです。何？どんなになりとお裁きくださいま。誰のですか？その子は誰の子です？私のです。私の子供です。吉成、お前はそれが私に対するお礼なのか？淡路は私の人だったのです。殿様が私からお取りになったんです。もう一度言ってみよう。何度でも申し上げます。あなた様がお取りになったんです。やり何？お待ちなさい。お待ちなさい。それは人の私です。割と私です。私でございます。あなたに罪はない。あなたを苦しめたら私です。離さない。
あなた様のことをお考えになってくださいませ。藤壺様がどんな思いでお亡くなりになった、それをあなた様もうお忘れになったのでございます。許して。許してほしいな。淡路、故郷へ帰るがよ。吉成、淡路を幸せにしてやってくれ。よくおっしゃってくださいまし。本当に愛し合える者同士結ばれていくことは良いことなんです。幸せに暮らせよ。さあ、早く行け。早く帰って行け。紫様、ご恩は一生。どうぞお幸せに。紫、いいことをしました。あなたのおかげでした。いいえ、あなた様のお心の広さでございますわ。葵は死に、藤壺様は亡くなった。今また淡路は去っていくし、私のすがる人、あなただけだ。あなただけが私の頼りなのです。紫、私にはあなたがいればいい。あなたにすがって生きていける。紫、淡路の琴を持ってきてください。